はい、YouTube をご覧の皆様こんばんは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いいたします。今回のテーマはですね、アトピーの原因と要因の違いについて説明させていただきたいと思います。このアトピーの原因と要因の違いのテーマっていうのは、当院でもうめちゃくちゃ、重視しているテーマなんですね。で、これなんでこんなに重視しているテーマかっていうと、アトピーの原因を分かっていないと治療できないんですね。なので今日はアトピーの原因って何なんだと、アトピーの要因って一体何なんだ、違いは何なんだっていうのを説明させていただきます。ほとんどの方がですね、ほとんど99%の方が、アトピーの原因っていうのを知らないです。99%。ほとんどの方これ原因分かっていません。あれ汚い字ですね。ごめんなさいね。で、アトピーの要因っていうのは皆さん知ってるんですね。皆さん知ってる。でも原因は分かってないんですよ。じゃあ皆さん一緒に考えていきましょうか。アトピーの要因って何ですかって聞かれたときに、まずアトピーの要因って何か、これ定義を説明しますね。アトピーの要因っていうのはアトピーを悪化させるものなんですよ。アトピーを悪化させる因子、アトピーを悪化させるもの、これ何かっていうと、どうですか？何がありますか？たくさんあると思うんですけども、例えば、食べ物であったり、あとは、よく言われるハウスダスト、ダニとかですね、ダニ、ホコリであったり、あとは何がありますか？ストレスもそうですよね。ストレスであったり、あと何があります？あとタバコであったり、あとはそうですね、空気、大気汚染、あと洗剤、いっぱいありますよね。全部書ききれないので、ちょっとだけ書きますね。洗剤、とりあえず食べ物、ダニ、ストレス、洗剤、大体こんなものですかね。じゃあこの中からですね、じゃあ今度アトピーの原因ですね。アトピーの原因はどれかって皆さんで考えていきましょう。どうですか？食べ物、ダニ、ストレス、洗剤、いろいろありますけども、アトピーの原因はどれかって見たときに、これ全部アトピーの原因にはならないんですね。食べ物、ダニ、ストレス、洗剤、こういうのアトピーの原因にはなりません。なぜかっていうと、今度アトピーの原因の定義について説明します。アトピーの原因っていうのは何かって言いますと、アトピーを悪化させる可能性ですね。可能性が 100% 悪化させるものをアトピーの原因って言うんですね。もう一回言いますね。アトピーの原因っていうのはアトピーを悪化させる可能性、 100% 悪化させる可能性があるものをアトピーの原因と言います。 100% です。今の定義を踏まえた上で、じゃあさっき挙げたアトピーの、要因ありますよね。食べ物、ダニ、ストレス、洗剤。この中でアトピーを悪化させる可能性、 100% 悪化させる可能性があるものってどれですか？これを皆さんで考えていきましょう。一つ目、食べ物。これからいきましょうか。食べ物どうですか？食べ物、アトピーを 100% 悪化させます？これもし食べ物がアトピーの原因だとすればですよ、そうですね、肉ばっかり食べてて野菜一切食べない人、どうですか？こういう人みんなアトピーになってます？お菓子ばっかり食べてる人、ラーメンばっかり食べてる人、偏食してる人、もうこういう人みんなアトピーになってますか？なってないですよね。暴飲暴食してる人みんなアトピーになってるかっていうとなってないんですよ。ってことは食べ物はアトピーの原因ではありません。次、ダニ。ダニどうですか？汚いところに住んでる人みんなアトピーになってますか？なってないですよね。ってことはこれもアトピーの原因ではないですね。ストレス。皆さんストレス持ってますよね。悩み事いっぱいありますよね。ストレス抱えてる人全員が 100% アトピーになってますか？なってないですね。いろんな病気ありますよ。糖尿病になってる人もいれば、がんになってる人もいる。
でも 100% アトピーになってるかっつったらなってないんですよこれ。ってことはストレスもアトピーの原因ではない。次、洗剤。よく洗剤変えてる人いますよね。どうですか？まあ強い洗剤とか弱い弱酸性の洗剤とかいっぱいありますけども、洗剤がアトピーの原因になってるかっつったらなってないんですよ。100% アトピーを悪化させるかって言ったらアトピーを悪化させてないんですよね。ってことは洗剤もアトピーの原因ではないって考えた時に、皆さんアトピーの要因に対しては結構言えるんですけども、アトピーの原因に対してなかなか答えが出ないんですよね。じゃあアトピーの原因の定義が分かりました。アトピーを 100% 悪化させるものだというのが分かりました。じゃあアトピーの原因は何だって考えると、これはもう答え言います。アトピーの皮膚をよく顕微鏡とかで調べてみると、95% の確率ですよ。95% の確率で、黄色ブドウ球菌という菌が存在しています。黄色ブドウ球菌 95% の確率で、存在してるんですね。もう黄色ブドウ球菌がアトピーの皮膚にはもう至る所に繁殖しています。で、普通の、健康な人の皮膚を見ると、ほとんどいないんですね。いろんな説ありますけども、全くいないっていう、先生もいれば、大体 10% か 20% は黄色ブドウ球菌いますよっていう先生もいるんですよ。何が言いたいかというと、健康な人の皮膚には黄色ブドウ球菌ほとんどいません。でもアトピーの人の皮膚には黄色ブドウ球菌めちゃくちゃいます。もう 100% の近い確率でめちゃくちゃ繁殖してるんですね。って考えると、この黄色ブドウ球菌がアトピーの原因になるんですね。だってアトピーの人には黄色ブドウ球菌がめちゃくちゃいるから、 100% 近い確率でこの黄色ブドウ球菌がアトピーの原因になります。でこれはもう世界の学者あるいは皮膚科の先生がもう認めてるんですよ。もう論文も出してます。実験も研究もいろいろなされてます。ただ皆さんが知らないだけであって、もうこれはもう当たり前の常識なんですね。じゃあ治療はもうめちゃくちゃ簡単。この黄色ブドウ球菌に対して治療をすればいいだけなんですね、これ。じゃあどういう治療をすればいいかっていうのは、次回の動画で説明させていただきます。今回のテーマはアトピーの原因と要因の違いについて説明させていただきました。どうもありがとうございました。